日本代表川崎フロンターレ所属の高井康太選手にイタリアセリエ A の名門ユベントスが注目しているという記事が報じられている。まずオランダメディアフイスカマースカウトは11月10日の時点で、彼は日本で最も才能のあるディフェンダーの一人、まだ20歳だがすでに豊富な経験がある。この冬に彼がヨーロッパへ移籍しないならばショックを受けるだろうと綴る。するとユベントスの専門メディアユーベメディアは12月27日イタリア紙コリエレ・デッロスポルトの報道内容を引用する形で、ユベントスが日本の神童高井の動向を中止。ユベントスは彼と契約し経験を積ませるためにレンタル移籍させる可能性があるとリポート。ベルギーオランダ国内クラブからの関心も合わせて伝えているが、ユベントス側はセリエ A 所属他クラブへのレンタル移籍を望んでいる。そしてこのユベントスのメディアがイタリア紙コリエレ・デッロスポルトの内容を引用してというくだりで、内容は信憑性を増し、コリエレ・デッロスポルト氏の名前は日本人でもある程度知識のある人ならご存知であろうイタリアの有名メディアである。この記事を根拠として国内のさまざまなメディアはサッカー関連のニュースとして高井康太選手にユベントスが関心興味調査等といった内容を報道している。ここまでこの内容を聞いてどんな感想を持つだろうか。ユベントスに日本人が移籍なんて夢があるな。いやいや、まずはレンタルで他のチームに出されるだろう。肩書きだけならメシの選手や板倉選手だって元マンチェスターシティだし、レンタルでもやっぱり海外移籍には夢があるなどなど、ある程度ポジティブな感想を持つのが当然であろうが、この報道の信憑性のレベルはどの程度のものだろうか。報道の内容はあくまで関心興味調査といった内容で、獲得という単語が出ていないあたり、報道しているメディア側にも確信は持ててはいない感が伝わってくる。この報道の根拠について深掘りしてみよう。さて、この報道の根拠の一つ、ユーベメディアは X のポストでこう語っている。ユベントスは日本の神童高井康太に注目している。同選手はヨーロッパでプレーする準備ができており、ユベントスは彼と契約し経験を積ませるためにレンタル移籍させる可能性がある。ベルギーとオランダのクラブが興味を示しているが、順通監督はセリエ A 内でのレンタル移籍を希望している。なるほど。翻訳が少しおかしな点に目をつぶれば、確かに高井選手について言及している。順通氏はスポーツディレクターであって監督ではない。だがこの内容の中にこの記事の信憑性を補填してくれたはずのコリエレ・デッロスポルトの名前はどこにもない。そして日本の記事でユベントスの専門メディアと書かれている。ユーベメディアだが X のフォロワーは1000人そこそこ。ユベントスの専門メディア？ユベントスの情報だけを扱っているのだから、確かにユベントスの専門メディアではあるのだが、信憑性どこ？日本のメディアはこれを根拠に報道してんの？いやいや、待て待て、落ちケツ。もう一つ情報ソースが書いてあった。オランダメディアフイスカマースカウトである。こちらについて調べてみたところ、こんなポストが見つかった。ジェラルド・ポストマ氏の X ポスト。今日本で最も才能のあるディフェンダーの一人について話しましょう。19歳でヨーロッパのほとんどのクラブのリストの上位にいるでしょう。それではこの小さなスレッドに飛び込んで、川崎フロンターレのセンターバックとして高く評価されている高井康太について話しましょう。そして以下のツリーには高井選手について詳しい情報が記載されている。この方はオランダの方みたいで、どうもフイスカマースカウトというメディアはこの方の個人ブログのようだ。
さまざまな J リーグの選手の情報が記載されていた。海外の方にここまで J リーグに興味を持っていただけるというのは非常に喜ばしい限りなのだが、今探しているのはユベントス移籍の根拠である。そんな内容は当然だがどこにもない。で、おそらく前述のゆうべメディアが引用した記事の元であろう。メディアの記事があったのでそちらを引用したい。コリエレ紙の記事ではなく、イタリアメディアモンドプリマベーラのサイトからの引用となる。ユベントスの移籍市場、守備は日本に期待順取りの戦略という記事である。高井浩太、日本からの補強、ユベントスの計画。ユベントスのスポーツディレクターの手帳に載っている名前の一人が高井浩太だ。コリエーレ・デッド・スポルトが明らかにしたように、2004年生まれのディフェンダーは前回の J リーグチャンピオンシップ、つまり日本最高峰のチャンピオンシップでの役割において最高の選手の一人でした。川崎フロンターレのユニフォームを着た高井は昨年10月のアジア予選中国戦で日本代表チームトップとなる28試合出場2ゴールを記録した。ローマ市が認めたように、クリスティアーノ順取りの若いディフェンダーに対する計画は明らかだ。監督は1月に彼と契約し、その後ヨーロッパのサッカーに慣れるためにベルギーかオランダへレンタル移籍させたいと考えている。そうすればユベントスの扉は開き、彼は来年チームに復帰し EU 圏外のポジションは自由になるだろう。順取監督は状況を研究しており、ユベントスは数週間以内に日本語を話す可能性がある。翻訳ミスのせいか、ところどころ日本語がおかしい点はご了承いただくとして、おそらく国内メディアが一部海外も報じているユベントス移籍の報道の根拠はこの内容からであろう。現地イタリアメディアでの報道を確認でき、一安心と言いたいところであるが、内容に気になるところがある。コリエレ・デッド・スポルトが明らかにしたように、2004年生まれのディフェンダーは前回の J リーグチャンピオンシップ、つまり日本最高峰のチャンピオンシップでの役割において最高の選手の一人でした。の一文、この内容であれば、コリエレ氏は J1 リーグにおいて最高の選手の一人でしたという紹介をしてくれてはいるようだが、ユベントスの移籍については何一つ言及していない。その前文にはユベントス監督の手帳に載っている名前の一人が高井浩太だという一文があるが、この文は句読点で区切られている。そしてその後、ローマ日刊紙が認めたように、若きディフェンダーに対するクリスティアーノ順取りの計画は明らかだとあるが、この記事の根拠となるべきコリエレ氏が高井選手のユベントス移籍に関して言及した記事は見つからなかった。一応コリエレのメディアの中にデータはあるみたいなので存在を把握してくれてはいるようだが、当然移籍記事なんてものはウゴのタケノコのごとく湧いて出てくるものなので、明日にでも記事は出てくるかもしれないが、現時点では見つかっていない。つまり高井選手のユベントス移籍に関する信憑性を担保してくれるのは、この記事を掲載したモンドプリマベーラというメディアただ一つである。有名なイタリアメディアであればガゼッタ・デッロ・スポルト、コリエーレ・デッラ・セーラ、ラ・レプブリカ、フットスポルト、そしてコリエーレ・デッロ・スポルト等の名前が挙がるが、戦学ゆえモンドプリマベーラというメディアの知名度、信憑性についてはよくわからないというのが正直な感想である。ちなみにフォロワー数はこんな感じ。その名前の通り若手の選手を紹介するメディアではあるようだが、結論、高井選手のユベントス移籍の情報ソースは正直そこまで知名度、信憑性のないメディアの情報が元となっており、その記事を根拠として国内のスポーツメディアが踊っているという感じである。しかもこの情報ソースの存在をある程度把握しつつ、まさしく幽霊の正体見たり、枯れ尾花、
幽霊だと思ってすごい存在だと恐れていたら、正体は風に揺れる枯れたススキだったというものの例えという感じであるが、遺跡情報というのは特に海外に関しては得てしてそんなものなのかもしれない。でかい花火を上げた記事に対して一緒になって踊るのも楽しいが、踊りすぎるのも疲れるので、たまにはソースを探るというのも楽しいかもしれない。そもそも今まで散々コリエーレ氏の名前を挙げてきたが、このメディアも結構ノリで記事を書くことも多く、信憑性に関してはですしね。マスメディアの情報は全て嘘だなんていうつもりはさらさらありませんし、もっと確固たる情報ソースを持っているのかもしれません。それならそれでソース出して記事の信憑性を高めてほしいとは思いますけど、これまでのこのチャンネルの動画にもたくさん間違いはあるでしょう。遺跡情報というものはある意味お祭りです。内容に一喜一憂してしまうものですが、ほどほどに踊ってこの遺跡期間を楽しみましょう。ネットの反応。森保が招集する選手はみんな海外に行ってしまう。やめてくれ。フロンターレがボロボロになってしまう。とりあえず獲得してレンタルはプレミアのパターンだよな。セリエだと聞いたことない。プレミアと違って提携なくて移籍先が未定だから止めた方がいい。久々にイタリア来たな。50代のおっさんならユベントス、うおーだけど高井の世代だとなんだよイタリアの不正クラブかよくらいの感覚だろ。最近流行りのイングランド2部から始めるのはどうよ。まだ若いんだからスタメンで出れるクラブに行った方が良いよ。フロンターレって選手育てるのうまいけど、育ったらすぐ取られてスカスカよな。ゆうべのセンターバックスタメンってファンダイク、サリバクラスじゃないと無理だろ。ムキムキマッチョに魔改造されないか心配。田中碧に顔とか雰囲気とか似てるな。フロンターレ顔。川崎は主力放出してる場合ちゃうぞ。提携先持ってないと松木みたいにトルコ送りされて悲惨なことになる。ゆうべは暑いな。ユニカってし。日本人はまだ日向小次郎しか所属したことない。いきなりゆうべはきつそう。ついにゆうべ初の日本人誕生するか。チャンピオンズリーグよりセリエの方が上の時代があったんだよ。高い、いい選手だよな。川崎には悪いが早く国際基準身につけてほしいわ。高井は冨安を超えるかもしれない逸材。マジで期待してる。同年齢時の比較なら冨安があれだと思うけど、ポテンシャルというか残してるのビシロは高いの方が上だと思う。川崎に大金残していってやれ。すぐ海外行った方がいい。今ならワールドカップスタメンも狙える。川崎のメンツ海外行きまくりだよね。やっぱ契約時に海外すぐに行かせてあげるって言うてるのかな。ほんと J リーグは欧州の二軍扱いだな。まあどう見ても青互いだから、ファンはあまり過度な期待せずに成り行きを見守った方が良いな。どうもこの件ソースが怪しい。コリエレと言っても普通ならもっと海外で話題になってるし、そもそも元記事が見当たらない。やっぱり気がつく人は当然気がつきますよね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。